レベッカー I couldn't wait for you come to the 異分任務と幕間任務完走です。コラボすごすぎる。私にとって名調がガチャゲーの初めてであれば、ガチャゲー×他の IP のシナリオまで絡むがっつりコラボも今回が初めてで、どうせ異世界に迷い込みました。こんにちは異世界の人、リンネーとレベッカグラフィティアートプシュ。ネオンシティではそんな悩みがあるんだね。ラハイロイでもこんな悩みがあるんだよ。帰る方法が分かりました。サンデビスタン起動。I couldn't wait for you か。こんなもんやろって思ってたんですよ。普通そうじゃない？コラボって。こんなん11話じゃん。エッチランナーズのアニメの話になっちゃうんですが、あっちって25分×10話なだけあって、良くも悪くも疾走感があって、レベッカの兄貴分のピラルが殺された時もその場ではレベッカ逆上してたし、大道芸してたピラル亡き後にレベッカが大道芸してたから、絶対何か思うところはあっただろうに。でも彼女の口からピラルへの思いって全然語られてなかったし、デイビッドがリーダーになった後は一応は出てくるけど、デイビッドのことちょいちょいおもんぱかるぐらいで、ルーシーとの絡みすら希薄だし、レベッカ自身へのフォーカスってほぼなかったじゃないですか。だからこそ今回のレベッカのガサツだけど気遣いなところとか、誰とでもすぐ仲良くなれる社交性とか、思ったことをすぐ表情に出すとことか、対ピラル、対デイビッド、対ルーシーへのレベッカの思いを余すとこなく見られて原作の3倍好きになりました。ここのシーンで、ああこういう感じで来るならこの先俺泣くわって最初に察しました。もちろんルーシー&デイビッドのラインも良かった。レベッカと同じことがルーシーにも当てはまっていて、アニメの最終回で立て続けにレベッカとデイビッドが殺されてから振り返る時間も与えられず、エピローグでルーシーがぼっちでチャット突き入って終わったんで、残酷なまでに怒涛な疾走感こそがエッジランナーズだよなって、別にネガティブにならず娯楽として受け止めきってたんですけど、アニメ後のルーシーの消化しきれてなさを名調の中でやってくれて、あ、やっぱ私これ見たかったんだってことに気づかされたっていうか、英語圏でルーシーに救済を与えるストーリーって褒められてたんですけど、なんかルーシーだけじゃなくて私もカウンセリング受けてるような不思議な気持ちになりました。構図もまた憎いほど巧みで、アニメと真逆、デイビッドがルーシーを追うんじゃなくてルーシーがデイビッドを追う、しかも夢落ち、しかも悪夢にうなされてたけど悪夢を見なくなったっていう絶妙な間合い、1億点です。そう、間合いが絶妙なんですよね。最終話放送からおよそ4年後の別 IP とのコラボだからこそ、ワンチャン打足にもなりかねないこの後日談が受け入れられたというか、で名調は名調で徹していて、まず名調のキャラ全然前に出てこないじゃん。名調もサイバーパンクも好きな身としてはさすがにレベッカとリンネは絡んでくれるよね。絡んでくれました。ありがとうございます。で物語を進めていく上にもブレーンたるモーニエは出るじゃん。であとレベッカは社交的だからシグリカともすぐ仲良くなる。ルーシーまだレベッカに本当のこと話してないのかにゃ。黙っとけ。でもそういうのんでり猫ぐらいでラハイロイ陣営マジ出張らない。なんだけど締めうめえ。ルシラ行け。ルシラ学園長は記憶にかかる共鳴者で、人の記憶をもとに写真に現像してくれたんでしょうけど、でも別にこれサイバーパンクしか知らん人にとってはルシラって人が写真くれたぐらいで消化できるじゃん。あとビジュアル表現の部分、特に名調でレベッカと出会った時に最初思ったんですけど、アニメと比べるとゲームってどうしても動きがぶつ切りになるじゃないですか。喋りとその喋りに対応するモーション、ページ送り、喋りとその喋りに対応するモーションみたいな。でそうするとルーシーはともかくレベッカの慌ただしさが名調だと少し薄らぐなって最初思っちゃったんですよね。かと思ったら表情よ。いや最高か。得意領域できっちり原作以上の成果を出す名調でした。ちなみにナイトメアスマッシャーの落下攻撃にレベッカが回避できると、2玉潰されてたまるかっていう専用セリフがあるようです。レベッカって自分が死んだこと気づいてなかったら潰された記憶もないんじゃねって思っちゃったけど、そこはもう無粋か。名調の媒体らしさが生きたのはレベッカの表情だけじゃなくて、ルーシーとデイビッドの愛の巣についてからのルーシーがヒョウちゃんにポツポツ思いを吐くシーン、室内やナイトシティの質感、空気感といい、ワンカットワンカットのスピード感といい、トリガーのアニメじゃこういうのないじゃん。どっちが優れてるとかっていうんじゃなくて、向き不向きとして、ちょっと巨大デイビッドはでかすぎると思ったけど、デイビッドがアニメまんまの歩き方をするとか、ぎこちない笑みを浮かべるとか、もうその辺はどうせ名調だしやるでしょって思ってたし、価値格 BGM が流れてきた時はまあまあって感じだったんですけど、もう返す返すもレベッカがいい意味で予想外でしたね。もちろんエッジランナーズ2の反則もあってのこの踏み込みなんでしょうけど、サイバーパンクも名調の実力とかリスペクト精神を理解したからここまで踏み込んだシナリオを名調の舞台で実現することを許したんだろうな。この前の動画でプラグマタとか配給とかの半端なコラボはあんまりって話しましたけど、ガチってるコラボここまでガチってきたらもう何も言えん。あと同じ動画でデイビッドをプレイヤブルキャラにしろよ、レベッカじゃねえだろって言った人がいるらしい。死んだ方がいいですね。最後に出てきたミスティさんとルーシーが知り合いなのは生死で、ただ夢の中身シナリオ自体はユーザーの解釈次第らしい。いやそもそもミスティさん知らんがと思ったらアニメじゃなくてゲーム側のキャラとのこと。なんならルシラからもらった写真に書いてあるこのセリフもゲーム由来らしい。また聞きですが漫画版の元ネタも盛り込まれてるらしい。アニメとのコラボじゃなかったんかい。11話って言われるのが好きではない人も配信ではいたんですが、気持ちはわかるんですけど、
これは私は11話と言いたくなるわ。いくらなんでもアニメ見たら名調のこれも追えよって言いたくなっちゃうんで。っていうかほんとコラボ何なんだろうねこれは。名調側が仕事に過ぎて 3D アニメ制作会社として受託したサイバーパンク作品に見えちゃうわ。ともあれエンタメ業界のコラボのハードルを50メートルぐらい上げる歴史的なコラボでした。終わった後真剣に考えたんですが、私が人生で経験した全てのコラボでトップです。ほんとまさかコラボシナリオで名調1爆泣きするとは。3.3 は落類でしたが、こっちはマジモンの爆泣きでした。ガチャゲー界のコラボで最初にこれを味わってよかったのかという微妙な後ろめたさもありつつ、今後も楽しんでいきたいと思います。あと誰か頼むからシグリカから友達を引き離さないでください。以上、異分任務。続いて幕間任務。私の誕生日である6月13日に採用しルシラ実装。しかも開始早々にコーヒーにどう考えても美薬としか思えない色の粉末を投入。さすがに調教プレイ確定演出きたー。アクドゥエフォー。こんなん学園の存続のために現実主義者の学園長は審査官に寝技を仕掛けるのであったと思ったんですが誤算があって、私はサイバーパンクの異分任務とこの幕間任務を続けてプレイしていて、さっきまで爆泣きしていた関係でこの間目真っ赤で性欲が死滅していて、結局一度も果てずにクリア。カメレルいいやつなんかい。ルシラーの好感度が1になるとカメレルがルシラーにまだ渡してない手紙が読めるんですが、まあいい内容なんでぜひ読んでください。今回自滅したんだよな。前回アーリマンさんがネオユニオンとフラクトシデスの関係性について考察していたのを見て、もうネオユニオン腐ってんだなって思っちゃってたんですよね。しかも輪廻も自身の生い立ちもあって、使えるものは使う、使えないものは捨てる、今に始まったことじゃないでネオユニオンにヘイト向けてたじゃん。でおまけにヒョウちゃんがそれを受けて、おそらく事態はそう単純じゃないって言ったじゃん。私このヒョウちゃんの言葉をこう捉えちゃってて、一見営利団体が冷徹な損得感情の結果学園潰そうと外堀埋めようとしてるんですけれども、実際そうじゃなくて、フラクトシデスの手にかかってるネオユニオンが投資対効果が認めないっていう建前のもと、手段を選ばず潰そうとしてるのかって勝手に拡大解釈しちゃったんですよね。だからブラックショアが独立調査したところでそれ審査会に本当に聞くの？しかも審査会の前半定性的で根性論しか喋ってない、これからボコボコにされることが確定してるマネーの虎の志願者みたいな感じになってるけど、大丈夫なのって終始不安に思っちゃってましたし、なんなら損得感情すらネオユニオンの建前だと思っちゃってたんで、目指すは空なプランをルシラーが宣言した時も、それでいいの？いやそもそも審査団全員あっち側の時点でもう積んでねって思っちゃってたんですよね。でもそれでよかったっていう。ネオユニオンはマジでちゃんと損得感情していただけ。用なしと判断して潰そうとして、審査団も自分サイドで蘇生したら思いのほか、遠大な目的とある程度実効性が伴う計画、さらには人的リスクの問題まで整理済みっていう美味しい提案もらって気が変わったっていう。長石の続きを見る感じ、カメレル自身は美味しい提案っていうか、熱に浮かされやがってこのバカ娘がと思ってんのかもだけど、確かに前回アーリマンさんもフラクトシデスはラハイロイでの研究を何年も前にもう終わらせてたって言ってたし、別にもう学園がどうなろうが興味がない、つまり干渉する動機づけもないって普通に思えばよかったんだろうな。なんかずーっと勘違いっていうか思い込みをしたまま話読み進めちゃったわって後悔しました。話自体はめっちゃいい話だったんですけどね。めっちゃいいっていうか馬っていうか、カメレルに勘オケって言われて一瞬躊躇するルシラに対して覚悟ガン決まり学園生たちが立ち上がって先生の後押しするのは熱い。その前段で学園生たちの使命感と、あと先生が決めたことならっていう先生への信頼感がちゃんと描かれていたからこそあのシーンに繋がっていて、であのシーン、つまりルシラーじゃなくて学生が最初にうおーって言ったからこそ、決してこの意思表示がルシラの独りよがりではないっていうのが伝わったんで、もう一個も無駄なシーンないじゃん。プロット完璧って思いました。あと今スペース X の上場とかリアルでも似た話があるので、そこ含めて迫力を感じたっていうのもあるかも。いや本当ブラックショアへの再就職先あります、ほう存続にならなくてよかった。今回異質でしたよね。戦闘は申し訳程度しかなかったし、映える熱いムービーがあったわけじゃなかったし、とりあえず歌詞付きで歌っとけみたいな楽曲もなかったし、映えるシーンはありましたけどね。誰かがここ、ヒョウちゃん本当はルシラが送ってきた写真のスクショ撮ろうとしたんだけど、間違って画面全体のスクショ撮っちゃったって言ってて草でした。さすがに根回しできてなさすぎるモーニーの睡眠学習法あたり、配信中に視聴者からお前の画面光強すぎじゃねって声がちょいちょいあり、そんな強い？正直大したモニター使ってないから私だけ視聴者と見えてる景色違う気がする。俺もいいモニター欲しいな。どっかにないかな
おっと、ここに MSI のハイエンドモニター MAG321UP QD-OLED-X24 があるじゃないか。開封 31.5 インチでけえ。10インチ違うだけでこんな違うの。世界一可愛い猫もさすがに興味津々。組み立て開始完了。上下も旋回も思うがまま。つまり机の高さが多少いびつでも自分の目が疲れないベストな高さに調整できるってこと。机の端にしか置けなくても無理なくこっち向きにモニター旋回できるってこと。入出力端子は基本的なもん完備。ディスプレイポートケーブルも電源ケーブルもついてるから余計な付属物買わなくても OK。 通電、いやもうすでにデスクトップの背景の黒の発色が全然違う。黒が黒すぎ。これが次世代ダークアーマーフィルムの力だ。いやしかしこんなところで感心してる場合ではない。名調起動。ランチャーからして全然違うけどスマホ経由のこの動画じゃ伝わんねえな。これちょっとマシな静止画をご紹覧あれ。 MAG モニターの方がサイバーパンクモチーフのネオンカラーの明度の差がくっきりでサイドも鮮やか。どっちのナイトシティであなたは旅したいですかって話。よしデイリーマーソー。いややっぱり全然違う。日行きの白い髪、凍りつくような冷気の青、ルシラーの毛先に向かって青から白に向ける美しい髪の色の発色がそれぞれ全然違う。寒色系が多い名調ではあまりにも大きすぎる特徴差。示唆の攻撃エフェクトってこんなにいっぱい幾何学的な模様入ってたっけ。一色一色が粒立ってるおかげで黒毛の変態的作り込みをさらに裸で浴びられるってこと。次の舞台無臭のお供は MSI のハイエンドモニター MAG321UP QD-OLED-X24 で決まり。14万7300円と決して安くない買い物なんですけど相応の価値あります。 GPU だけでもダメ、メモリだけでもダメ、人が目にするラストワンマイルたるモニターにもきっちりお金使って名調のプレイ体験ゴージャスにしていけ。気になった人は概要欄の商品ページを見てね。キャンペーンもあるから特に MSI ユーザーは賢く買い物してね。宣伝終わり。今回もいろんなキャラが出てきて大満足。R とか毎回信じられないぐらい常識人であまりにもまともすぎるツッコミを見て名調やってる感覚がありませんでした。名調ってツッコミキャラいないよね。ショアキーパーはすぐこっちに委ねてくるし、ブラックショアの本当の審査官になってもらえてってさすがに職務怠慢だろ。エイメスと R との絡みがあると予想できた人0人説。エイメスの独断先行の考え方は何事も一人で抱えて進めてきたエイメスらしいっちゃらしいなって思って微笑ましかったです。登場キャラが多いと単に賑やかで面白いし、ネオユニオン学園を潰したいの巻っていう一つの物事に対して学生エイメス以外、学生エイメス、学園長、第三者組織の審査官で向き合い方が変わるのが対比によって際立つから、ありがちな言葉ですけど深み増しますよね。ラハイロエ編最後がルシラなのも納得の大団円でした。にしてもルシラ本当に最初から最後までエロ売りされませんでしたよね。いやしてるだろ。してるんだけど、でもしなかったじゃん。終始現実主義者、死後的、学生思い、あとむしろどっちかっていうとお茶目なお姉さんとして描かれきったなと。ご褒美は一番人気の先生よ。ほんとこれぐらい。同性から嫌われるぐらいの分かりやすいドスケベお姉さんが好きなので、寂しくないかと言われれば嘘になるし、ピクシブを見ていないかと言われれば嘘になるんですけど、派手な美女なのに初登場からブレずに実直な人物としての側面だけを描かれ続けたので、性的な意味でもそういう意味でなくても本当に推しになりました。アイコン変えました。カンタレラお姉さんごめん。以上、正直に言う、ラハイロイ離れるのマジで寂しい。リナシータの時ここまでの寂しさ感じなかったんだけどな。でも終わり方としては完璧な終わり方してくれたし、ちょっと名残惜しいと思うぐらいがゲームとしてもだれずに楽しめるベストなスパンな気もするので、前向きに別れを告げたいと思います。そして次回、無臭、多分、正直に言いますが、私は中国モチーフの舞台でストーリーハマれたことまだ一度もありません。本州しかり、スタレの先週ラフしかり、ゼンゼロの英比地区しかり、エンドフィールドのブリオしかり。なぜなら漢字が苦手で固有名詞を認識する負荷がかかって、いつもより設定がごちゃごちゃしてるように感じちゃうから。ただバージョン 3.1234 と神ストーリーを連発している今の名調には全幅の信頼を寄せているので、今回はちゃんとマジで理解しにかかろう。きっとその先には素晴らしいストーリー体験が待ってるに違いないと意気込んでいます。ただね、配信では言ったけど、シンっていうキャラおっぱい小さすぎでしょ。見てこれ、ちっさ。どうした黒毛。勘違いしないでほしいんですけど、俺は別に全キャラ巨乳しろって言ってるわけじゃないの。メリハリをつけろって言ってんの。ロリ好きにはしっかりロリ、ショタ好きにはしっかりショタ、お姉さん好きならしっかりお姉さん、お姉さんイコールバインバイン。こんな小2で習うでしょ。名調しっかり成長してるがあまり、もう過度にエロ売りしなくてもいいかなって黒毛が油断している。そういうおごりが真のおっぱいのサイズに現れているようでならない。勝つ。ラハイロ編が完璧に終わったからこそ黒毛の気を引き締めたく、私は声を大にして言いたい。真のおっぱいをもっと大きくしろ。皆さんのサイバーパンクや超責任務の感想をぜひコメントください。特にない人は新キャラ6人の中で推しを教えてください。今回もプチキャンペーン開催。早めにいいコメント残してくれた方5名様に生成300個差し上げます。詳細は画面参照。黒毛に感謝しつつご活用ください。こんな感じで名調感想動画毎回出してますので、もうすぐ7万人。ぜひチャンネル登録お願いします。おつゆなし。